こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、1990年代のロードレース世界選手権ブームの先駆者の一人、若井信行の生涯と、最後のレースとなった1993年 WGP スペイングランプリ事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。その頃って日本人チャンピオンが続々誕生した時代よね。原田選手とか。ああ。世界選手権での活躍を夢見て数多くの日本人ライダーが海外に出て戦ったんだ。若井信行はその中の一人だった。原田哲也とは大の仲良しで、若井がいなかったら世界チャンピオン原田は生まれなかったかもしれない。これから詳しく解説していくぜ。頼むわね。若井は千葉県八千代市の出身だ。1967年7月25日、三男一女の次男として生を受けた。幼稚園の時はオルガン、小学生の時はバイオリンを習った。この時鍛えられた音感はプロレーサーになってからもマシンのセッティングを決める上でかなり役立ったそうだ。中学では高身長を活かしてバスケ部に入部。人望も厚く、3年の時にはキャプテンとして県大会優勝目前というところまでチームを導いた。その1982年、長男がヤマハの原付バイク、タウニーを購入。長男はすぐ飽きてしまったが若井は散々乗り回した。そこからどんどんバイクの世界にのめり込んでいく。ちょうどその時、世間的にもバイクブームが来ていたんだ。1983年にスズキの RG250 ガンマが発売されたのをきっかけに、サーキットやレースの人気が一気に高まった。思春期真っ只中にレーサーレプリカブームがやってきたのね。高校卒業後に本格的にレース活動を始め、1988年、21歳の時に全日本デビュー。ジュニア 125cc クラスで全国を転戦し総合12位だった。総合優勝したのは若井と同じ千葉県出身で親友の原田哲也。若井の3歳下だったがお互い上下関係は全くなかった。若井は素直に原田の総合優勝を喜んだ。翌1989年は全日本ロードレース、国際 A925cc クラスにステップアップ。何度か入賞し総合15位だった。若井はめきめきと腕を上げた。翌1990年も 125cc クラスに参戦。所属チームはずっとチームキントーンだ。若井はこの年、2戦で優勝するなど大活躍した。総合優勝は坂田和人。若井は惜しくも総合2位だった。でも全日本で総合2位ってすごいわ。この1990年はなんとロードレース世界選手権にも初出場。開幕戦、鈴鹿サーキットで行われた日本グランプリのミスポット参戦したんだ。結果は13位で見事ポイントを獲得した。ここで世界ライダーの走りに感銘を受けた若井は翌年に向け周到な準備を始めた。そして1991年、ロードレース世界選手権 125cc クラスデビュー。早い、もう世界の舞台に挑戦するのね。確かに早いな。急がなくても、前年のランキング2位の成績を見て全日本 250cc へのステップアップを提案してくれたチームもあったようなんだ。その提案を受けて国内でもっと力をつけてから、という考えはもっともなんだが、若井には関係なかった。世界で戦いたい気持ち一つで海外行きを決めた。決めた範囲が掛け声一つで海外までついてきてくれるほどの実績や期待値はまだない。若井はスポンサーやチームメンバーを懸命に説得する。そして監督、助監督、ライダーの若井、そしてメカニック2名という合計5名の最小構成でなんとか海外遠征を形にすることができた。たった5人で世界に挑んだのね。チームは元バムレーシングサプライだ。レースはほとんどヨーロッパ。ベルギーに拠点を置いた。開幕戦は日本グランプリ。前年より一つポジションアップの12位でレースを終えると、ヨーロッパへ飛んだ。準備のため第2、3戦は欠場し、第4戦から戦った。第5戦イタリアグランプリで6位、第13戦チェコグランプリで5位。そして最終戦、マレーシアグランプリ。なんと3位、世界選手権、自身初の表彰台。若い選手おめでとう。最高の形でシーズンを締めくくったわね。ああ。それ以外のレースもコツコツとポイントを積み重ね、1991年は総合10位の成績だった。なお若いと全く同じ、全日本 125cc から世界選手権 125cc へ進んだライダーが2人いる。1人は坂田和人だ。さっき1990年の全日本チャンピオンって言ってた選手ね。ああ。最も期待値が高かった選手だ。ポールポジションを1回取るなど光る場面はあったが、1991年シーズンは総合13位だった。世界の壁は厚いわね。もう一人が上田昇。なんと2戦で優勝し、総合7位だった。世界選手権で優勝、すごい。
この二人と若井は全日本で散々戦ってきたライバルだが親友でもあった。特に海外戦においては仲間が少ないためお互い励まし合いながら戦っていた。そういや親友の原田選手は海外に来ないの？原田は若井から何度も誘われていたが、国内でチャンピオンを取ってから海外、と順序よく進めたいと考えていた。原田は全日本 250cc クラス、1990年は総合2位。1991年も総合2位。あと一歩のところまで来ていた。惜しいわね。誰に競り負けちゃったの？岡田忠之だ。ホンダワークスの岡田とヤマハワークスの原田。2年連続で競り負けた。ここで海外に行くわけにはいかない。ワークス同士のバトル、確かにここで引くわけにはいかない状況ね。翌1992年も若井は元バムレーシングサプライ。同じホンダ RS125R で戦う。開幕戦は絶対に勝ちたい日本グランプリ。雨のレースとなったが若井はここでも3位表彰台を取る。最高の開幕だった。マシンに対して体が大きいわね。身長180センチあるからな。長い手足を折りたたんで 125cc のバイクに収める姿から、若井はフラミンゴと呼ばれたりした。2戦目以降、表彰台はお預けだった。そして第7戦ドイツグランプリ。若井は 125cc、そして 250cc にダブルエントリーする。250cc クラスにも出れたのね。なんで？マシンはどうしたの？ウィルコ・ジーレンベルグ選手が負傷し、ラッキーストライク鈴木から代役としてこの1戦だけ出場できることになったんだ。マシンは RGV250 ガンマ。体格的には 250cc の方が合っている。125cc で9位、250cc で7位の成績を収め、ポイントを獲得。代役としての務めを立派に果たした。第8戦以降も安定してシングルは取れたが、表彰台には上れなかった。日本勢の優勝はなく、総合順位は上田9位、若井10位、坂田11位だった。仲良し、この3人仲良しだわ。なお全日本を戦う原田は3年目にしてようやく岡田に競り勝ち、全日本 250cc チャンピオンを獲得した。翌年はヤマハワークスライダーとして世界で戦う。若井選手が 125cc、原田選手が 250cc ね。その予定だったが、若井はなんと 250cc にステップアップ。1993年は原田と同じクラスで戦うことになった。どうしたの？前年鈴木の代役で走った縁で、KU レーシングサプライからオファーがあったんだ。マシンは片落ちではあるがワークス仕様の RGV250 ガンマだ。若井の最終目標は世界最高峰の世界選手権 500cc クラス。世界に出た時と同様、登れる時には登ってしまう性格だ。喜んでオファーを受けた。原田選手、前年はホンダワークス社の岡田選手とバトルで、この年は鈴木ワークス社の若井選手とバトルね。岡田も世界に来たからまだバトルは続くけどな。若井と原田が通年戦うのは1988年の全日本ジュニアクラス以来だな。若井は、原田と会うたびに世界へ来い世界へ来いと言い続けており、やっと念願が叶って大変喜んだそうだ。そして1993年シーズンは開幕した。第3戦、日本グランプリが終わって若井はノーポイント。完走するのがやっとだった。一方、原田はなんと優勝2回、2位1回。シーズンを完璧な形でスタートしポイントランキング首位を独走していた。原田選手、凄すぎる。二人は競争相手という間柄ではなく、若井は原田の好成績を心から喜び、反対に原田はそれより自分の心配をしろと話していた。そして1993年5月、第4戦スペイングランプリのことだ。5月1日の予選。原田はトップ、岡田は8番手だった。若井はまだ上位に食い込むタイムは出せていなかった。気合を入れ直し、これからきっとアウトするところだった。当時、ピットロードには速度制限がなかった。若井はピットを出ると、ピットロードをフル加速で駆け抜ける。速度制限がないんじゃ、若井選手に限らずみんな全速で走ってたんでしょうね。ああ。しかしこの時ピットロードには大変な危険があったんだ。イタリアのベテランライダー、ロリス・レジアーニの招待客が横断していた。招待パスで入れないピットエリアにいるのが係員に見つかり、逃げていたんだ。逃げていたって、とんでもないお客さんがいたのね。若井は飛び出してきたこの観客に気づくと、急減速、なんとか衝突を回避しようとした。しかし、衝突は避けられなかった。観客は跳ね飛ばされる。若井もバランスを失い飛ばされた。そして両者はピットロードに横たわった。大変な事故になってしまったわね。観客は生身だし、若井選手、ヘルメットをしててもダメージがあったのね。ああ。若井は不運にも、左側の青い手すりの縁で頭部を強打してしまったんだ。
なおこの動画で観客は右からピットレーンに進入しているが、正しくは右からか左からか、色々調べたがわからなかった。若井が左の手すりにぶつかっていることから、右から侵入したと仮定した。若井はすぐドクターヘリに乗せられ、病院へ搬送される。懸命な処置を受けたが、残念ながら助からなかった。ヘレスサーキット初めての重大事故となってしまった。なお観客も、脳震盪と大腿骨骨折の重傷だが命に別状はなかった。翌日は決勝レースだ。日本人ライダーの面々は事態も考えたが、レーサーにできる追悼は走ることしかないと考え出場を決意した。このレースで原田はコースレコードを更新する危機迫る走りで 250cc クラス優勝。坂田も自身初となる 125cc クラス優勝を果たした。250cc クラスの表彰式は取りやめになった。125cc クラスの表彰式は実施されたが、壇上の坂田は泣くばかりで嬉しい表情はなかった。原田はレースの後、若井の家族に優勝トロフィーを送った。ここまで4戦で3勝していた原田だが、後半は失速。最終戦を前にロリスカピロッシに次ぐ2番手だった。最終戦、若井の姉から激励を受けレースに挑む。原田はトップを独走。最終週、実況の千歳谷俊之氏は、若井と一緒に走る原田のファイナルラップと実況した。きっと若井選手自身も、原田選手の背中を押していてくれたはずよ。原田は最終戦で勝利し、逆転で総合優勝。なんと16年ぶりの日本人チャンピオンに輝いた。坂田も翌1994年に 125cc でチャンピオン獲得。二人とも若井の分まで精一杯走った結果だ。なおこの事故の後、ピットロードの走行には時速60キロの制限速度が課されるようになった。2012年にはマッティア・パジーニがピットロード走行中、別チームのメカニックと衝突する事故が発生。選手が制限速度を遵守していたため双方大きな怪我には至らなかった。事故の教訓が生かされたのね。よかったわ。レスサーキットには事故の翌年、有志の資金援助でフラミンゴの像が建てられたんだ。今でも元 GP が開催されるこのサーキット。選手や観客は必ずフラミンゴの像に立ち寄り、若井の追悼、そして安全を祈っているぜ。以上、今回は若井信行の生涯と、1993年 WGP スペイングランプリ事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。